どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを見たい人はぜひパトレオンをチェックしてください。よろしくお願いします。今日は空気を読むという言葉について話したいと思います。皆さんは空気を読むという言葉を聞いたことがありますか？結構日本に住んでいる人とか、日本の会社で働いたことがある人なら、聞いたことがあるかもしれないフレーズですね。なので今日はこのフレーズについてもう少し詳しく話していきたいと思います。まず空気を読むっていう言葉を聞いたときに、そのままの意味で理解しようとすると、ちょっと意味がわかりませんよね。実際にこの空気を読むことってできないですよね。空気は文字でも言葉でもないですから。なのでもちろん空気を読むという言葉は実際の空気を読むという意味ではありません。ここで言う空気っていうのはどちらかというとその場の雰囲気とか人間関係についてです。なので空気を読むという言葉を使うときはみんなの気持ちとかその場の流れ、目に見えないことを読むという意味なんですね。つまりその場の雰囲気とか周りの人の気持ちを考えて行動する。これが空気を読むという言葉の実際の意味なんですね。皆さんすでに知ってましたか？ちょっと分かりづらいなっていう人もいると思うので、具体的な例についても話してみたいと思います。例えば、皆さんが会議をするとしますよね。仕事で会議があるとします。その会議の中でみんなが真面目に真剣に話をしているとします。そんな時に急に全然関係ない冗談を言ったら空気がどうなりますかね？どんな状況になりますかね？多分他の人たちはなんで今そんな関係ないこと言うのとか、今真面目に話してるのになんで冗談言うのみたいな状況になりますよね。これが空気を読めていない状態ですね。空気を読むというのはその場に合わせて行動するという意味なので、真面目に会議をしているときは真面目に話をする。これが空気を読めている行動ですね。他にも例えば友達と一緒にいるとします。で、みんなとある映画を見てすごく良かったねって他の友達と話をしているときに急に一人だけいや全然面白くなかった。すごいつまんなかった。で、強い言い方でみんなの意見を否定したら、その場の雰囲気がちょっと変わりますよね。雰囲気がちょっと悪くなっちゃいますよね。もちろんね、自分の意見を言うこと自体は悪いことだとは思いませんけど、タイミングとか言い方に気をつけないと、こうやって空気が悪くなっちゃうんですね。しっかりと空気を読んで話さないと、その場の雰囲気が悪くなっちゃうので、やっぱり空気を読む力っていうのは大事ですよね。もちろんこれは日本語だけじゃなくて、もうどの言語でも人と関わるときに相手の気持ちを考える。その場の状況を考えるっていうのは大事なことですよね。他にも例えば、皆さんの友達が落ち込んでいるとします。例えば友達が試験を受けて試験の結果が悪かったとします。その時に大丈夫だよ元気出してとか気にしすぎない方がいいよって明るく言うのがいい場合もありますけど、もしかしたらその友達は、あなたに静かにしておいてほしいっていう場合もありますよね。
なので、こういう状況の時、これが絶対に正解っていう返答とか答えはないと思うんですよ。なので、その場の空気を読む。今その人はどんな言葉を聞きたいのか、どんな行動をすれば相手が喜んでくれるのか、相手が嬉しいのか、そういうのを考えるのが空気を読むですね。やっぱりこれ難しいですよね。人によってはそういう時に、落ち込んでいる時に元気に励ましてほしいっていう人もいれば、落ち込んでいる時には一人になりたい、静かにしていてほしいっていう人もいますよね。なのでその状況、その人、それぞれに合わせて空気を読んで行動する。これが大事なんですね。で、ちょっとなんで日本ではこの空気を読むことが大事なのかについても話したいと思います。皆さんも知っているかもしれませんけど、日本ではあんまり物事をはっきり言わない文化がありますよね。例えば、今度一緒に出かけませんかって質問された時に、いやー、今週はちょっととか、今週末はちょっとって、はっきり返事をしないことがよくありますよね。とか、例えば仕事でこれできますかねって聞いた時に、考えておきますとか、少し検討してみますとか、そういった返事をする人が多いですよね。日本人ならこういう返事をされた時に、じゃあ無理なんだなって思うんですけど、もちろん言語によっては難しいけど実際はやってくれるのかななんていうふうに捉える場合もありますよね。なので特に日本語ではこういう直接的じゃない間接的な言い方が多いと思います。やっぱりだからこそ言葉だけじゃなくて、その場の雰囲気とかその人の表情とか、その人の答えるまでのどのぐらい静かにしてから答えるとか、そういう言葉以外の情報からいろんなものを読み取る力が日本語を話す上で必要だと思います。逆にね、そういう気持ちを皆さんが伝えたいなら、やっぱり表情とか、間接的な言い方とか、雰囲気で、いいとか悪いとか、あなたの皆さんの意見を伝えなきゃいけないんですね。やっぱり日本ではこの直接言わない文化があるので、皆さんが例えばもし反対だっていう意見を直接言ったら、それはちょっと日本人にとってはきつく感じてしまうこともあるんですね。なので、ここが難しいところですね。相手の話を聞くときはすごい間接的なので、いろんな情報を読まなきゃいけない。で、自分が何か言うときも、その雰囲気とか、言い方とか、表情とか、いろんな情報に気をつけなきゃいけないんですよね。で、これ皆さん聞いたことあるかどうかわかりませんけど、僕が学生時代、なので多分10年ぐらい前かそれ以上前なんですけど、KY っていう言葉が流行りました。KY は空気を読めない、空気の K、読めないの Y を略した言葉です。なので、周りの雰囲気を考えないで何か言ったりする人のことを KY って言ってたんですね。今ではあまり使わないかもしれませんけど、僕が学生の頃はこの言葉めちゃめちゃ流行ってました。なので、今でも使う人いるかもしれませんけど、皆さんもちょっとわかる通り、皆さんも感じる通り、あまりポジティブな意味では使われないので、誰かに KY って皆さんが言われたらちょっと気をつけなきゃいけないし、あんまり他の人にこの人 KY だねとか、そういうのは言わない方がいいと思います。で、空気を読むこと、これは日本人としては
この日本の社会の中では基本的にはいいことなんですけど、やっぱりそれぞれいろんなことに対していいことと悪いことっていうのがありますよね。みんながお互いに空気を読み合ったら、雰囲気は確実に良くなりますよね。でも、一見それもいいことに聞こえるんですけど、自分の本音が言いにくくなる、こういう面もありますよね。やっぱり雰囲気を壊したくないから、本当は自分の意見は違うのにみんなに合わせちゃったりとか、みんなの表情、雰囲気に気を使いすぎて自分が疲れちゃったりもしますよね。なので空気を読むことは日本ではいいこととされていますけど、やっぱりね、空気を読まずに本音を言い合える人がいるっていうのも大事ですよね。なので空気を読むのがいいことって今日はちょっと紹介してみたんですけど、たまにはね、空気を読まないでね、本音を言い合える機会があったらいいんじゃないかなと思うので、皆さんもね、空気を読むときには、このバランスに気をつけてみてください。ということで今日は空気を読むについて話してみました。皆さんの国でも同じような考えはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるんで、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。